皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日は新章の Photoshop 編に入っていきたいと思います。この章では前回のイラストレーター編で勉強したショートカットやシェイプやレイアウトの基礎をベースに Photoshop というツールについてから画像加工とバナー、LP の制作までを実例を交えながらお送りしていこうと思います。まず今回は Photoshop というツールについてお話ししていこうと思います。Photoshop は Adobe 社が出している画像加工ツールです。皆さんが普段目にしているクリエイティブだと、スマホでウェブサイトを見ているときに、そのスマホで表示されているサイト自体や、画面の端々にあるバナーといわれる広告画像などを作ることができます。また、撮影したばかりの写真データのことをローデータというのですが、ローとは英語で未加工、未処理という意味です。その撮ったばかりの写真データを、例えば肌をきれいに加工したり、被写体の輪郭がボケている場合にそれをくっきりさせたりすることができます。このように写真データを加工することをレタッチと言います。また Photoshop は画像加工が得意なツールなので、例えば Web からダウンロードしてきた画像に対して Instagram のフィルターのような加工を加えられたり、他にも漫画風に加工できたり、複数の画像を切り貼りしてコラージュ画像を作ることもできます。これを使えば心霊写真なんかもできちゃいますし、とにかく画像加工に特化したツールという風に覚えておくといいと思います。あとはペンタブというデジタルで絵を描くときに必要なデバイスがあるのですが、それを使えば Photoshop でデジタル絵を描くこともできます。逆に Photoshop で作るべきではないクリエイティブに関しては、ロゴやアイコン制作、印刷物、サービス UI などは Photoshop を使わない方がベターです。ロゴやアイコンに関しては以前の動画でもお話ししたように、ロゴとアイコンは拡大縮小してもぼやけないようにシェイプのベクターデータで作成しないといけないのですが、 Photoshop はピクセル調整に特化したツールで、ベクターデータでの制作にはあまり向いていないツールなので、ロゴやアイコン制作で Photoshop を使うことはお勧めしません。印刷物に関しては Photoshop でもできないことはないですが、イラストレーターがパソコン内の画像を読み込んで表示するので、ツール自体が重くならないのに比べて Photoshop は画像を Photoshop のデザインデータの中に取り込んでしまうため、ソフト自体が重くなってしまい、作業中に Photoshop が止まってしまったり、悪い時とかはデータが重すぎて開けなくなったりするので、こちらもおすすめはしません。あと UI については、こちらもスケッチや Figma が出る前の2015年頃までは Photoshop で作られていたのですが、サービス UI だと作成しないといけない画面が多くなるので、先ほどお話しした Photoshop が重くなる現象が起きたり、現在は作った UI データをエンジニアの方に共有できるツールが出てきたり、あとはモックアップといってスマートフォンやパソコン等の実機で確認できるツールが出てきたので、 UI 作成では Photoshop は使われなくなりました。ただゲームの UI などはボタンに質感をつけたり、キャラクター画像を調整する等の作業が多く発生するので、 Photoshop を使って作成した方が楽です。次に Photoshop の各モジュールについての説明ですが、左がツールバー、上がオプションパネル、右がウィンドウ画面となっており、このウィンドウ画面についてはウィンドウのところから表示をすることができます。Photoshop もイラストレーターと同じで、タブキーでツールウィンドウがすべて表示になるので、作業中に各ウィンドウがすべて消えてしまったら落ち着いてタブキーを押してみましょう。もしそれでも表示されなかったら、またウィンドウのところから設定し直してみてください。ちなみに自分の画面のようにウィンドウの配置場所を変えたい場合は、このようにウィンドウの角のところをドラッグして合体させたいウィンドウのところでドロップするとレイアウトを変えられます。それでは本日の動画はここまで。次回からは実際に Photoshop の使い方についてショートカットを交えながらお話ししていこうと思います。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ。